まさかフランスで野宿するとは思わなかったな。もうガチで最悪。現金引き下ろそうとしたら、はい、ちょっと間に合わないんでヒッチハイクします。はい、皆さんこんにちは。今緊急で動画回してます。緊急で動画回してるっていうことはそういうことです。またやらかしました。はい、今回はですね、フリックスバスっていうバスを使ってバルセロナからフランスのね、ボーヌっていう場所に行く予定だったんですけど、リヨンってとこで乗り換えるんですけど、バス乗れませんでした。ヤンキーたちがたまりそうな場所がまずバス停です。でね、事情を説明すると、ここに2時間前に到着して、でずっとここで待ってたんですよ。僕が待ってる間に2台来たんですけど、どっちもね、確認しました。でフリックスバスは乗るときにアプリでね QR コードを見せるんですけど、1台は QR コード見せてでダメで、だからそれは違うバスなんですけど、もう1台はバスが来た瞬間にパリ行きの人たちが大勢ね、運転手のとこに駆けつけて、これパリ行きかみたいなみんな聞いてて、運転手がねなんかうざがってたんですよ。でそんな中僕もボーヌ行きですかって聞いたら、多分ねあんま英語よく分かってない人で違うみたいな言われて、QR コードねその人スキャンしてくれなかったんですよ。でフリックスバスね、アプリでオンラインでねどこに今バスがいるかっていうのを確認できるんですけど、確認したらオンタイムってなってて、だから到着してるってなってて、でもバスないんですよ。もう気づいた時にはもう遅くて、多分QR コードをスキャンしなかったクソバスがそのボーヌ行きのバスで、はい、逃しました。今深夜の3時で、一番早くて10時なんで約7時間ね待たないといけないです。もう本当にねやらかしてる。本当だったら今日の朝到着して夕方まで観光して、夕方のバスに乗ってパリに行くっていう流れだったんですけど、到着が12時半とかだったんで、約3時間ちょっとしか入れないです。もうね最悪本当に。ここしょんべん臭いんで、とりあえずね綺麗でちょっと寝れそうな場所を探します。しかも追い打ちをかけるように土砂降りですわ。最悪ですわ本当に。はい、ちょっと歩いてね本日のお宿到着しました。今日の宿ここです。まさかフランスで野宿するとは思わなかったな。で意外とねチャージできる場所あります。いやーちょっと怖いけど仕方ないな。とりあえずここで一晩過ごします。はい、皆様おはようございます。寒さと恐怖で1ミリも寝れませんでした。はい、なんとか乗れました。はい、ということでなんとかボーヌ到着しました。で見ての通り雨です。でバスが市内の方じゃなくて、なんかちょっと離れた歩いて30分ぐらいのところに降ろされて、ここから30分歩いて向かいます。なんで市内にバス停作らないねん。ネットとかにも全然情報ないんで、お祭り自体がまずやってるかわかんないです。これやってなかったらちょっともう笑えないんですけど、で雨めちゃくちゃ強いんですけど、普通に切れそうなんですけど、ちょっと頑張って歩きます。はい、でなんでこんな田舎町にねわざわざ来たかっていうと、ここはねフランスの南の方に位置しているボーヌっていう町で、フランスのね美味しいワインがこのボーヌっていう場所で作られてるみたいで、11月の第3週の3日間だけ行われるお祭りみたいなのがあって、でそのお祭りが栄光の3日間っていうお祭りで、それに参加したくてわざわざこんな偏僻な町まで来ました。金曜日と土曜日と日曜日にやってて、金曜日は生産者の前夜祭みたいな感じらしくて、で土曜日が催し物とかワインの試飲とか、本当になんかお祭りみたいな感じなのが土曜日らしくて、日曜日はオークションがメインでやるみたいで、今回僕はその土曜日にやってきました。もう本当にネットの情報ないんで、僕が実際に行ってねどういう感じか調べていきたいと思います。これはやってますよね。これはやってるべ、さすがに。あ、やってるわ。嬉しい、よかった。こんな感じで屋台みたいなのがね出てます。いやよかった。うわ美味しそう。芋です。フォアグラハンバーグもあるわ。めっちゃいい匂いだわ。昨日絶対うまいやん。はい、多分ここが一番盛り上がってるカルノ広場っていう場所です。人すごいわ。でなんかどんちゃんどんちゃんしてますわ。はい、どんちゃんのパワーに彼らです。
はい、ボトルはね23年ものとかで25ユーロで売ってます。で2020とかになると35でちょっと高くなります。ちょっと高いか。だいたいご飯は10ユーロぐらいからですね。でワインとかはまあ量によるんですけど、ボトルだとだいたい15から30で、グラスだと5から10ぐらいですかね。高すぎだろ、なめんなよマジで。でほとんどねフランス語で書かれてます、メニューが。メリーゴーランドもあります。いやー、ちょっとどこのワインが美味しいとかわかんねえんだけど、みんな同じグラス持ってんだけど、どこでもらえんのそのグラスは。はい、牡蠣も売ってました。ハマチです。はい、5？ ハマチ？わかんねえよ、いくらだよ。10ユーロ。あ、オッケー。はい、トリュフも売ってました。こんなちっちゃいので16ユーロします。この可愛いワンちゃんがこういう感じで探してますね。はい、ちなみに一番でかいやつ77ユーロします。えぐいて。こんな感じでなんかマラソン大会みたいなのもあるみたいです。めちゃくちゃ参加してる人多いわ。何のために走るかは知らないです。もうガチで最悪、現金引き下ろそうとしたらまたスキミングされたわ。もうなんでこんな運ないのマジで。はい、ということで多分一番ここら辺で安いであろう場所で一番高いワイン頼みました。でグラス代がプラス3ユーロかかって、クレジットカードで払うと1ユーロプラスされます。ということで気分最悪なんですけど、これで9ユーロしました。で今回クレジットカードで1ユーロ取られるからキャッシングしようと思ってスキミングされたんですけど、まさかのねクレジットカード代かかんなかったです。はい、もう気分最悪ですけどいただきます。はい、香りめちゃくちゃいい香りです。今までに飲んだことない結構渋み強めのワインですね。結構美味しい。過去一で渋いです。で時間もなくてもう帰らないとバスがないんで、これ飲んで帰ります。ちなみにね、現地で食べ物買ったら高いと思ってサラミ持参してます。めちゃくちゃ合う。めちゃくちゃ合うわ。めちゃくちゃ合うしめちゃくちゃうまいんだけど、ショックがでかすぎてそれどころじゃないです。はい、カルフールあったんでボーヌ特有のワインがあるかちょっと見ていきたいと思います。ついでに物価調査もしてみたいと思います。やっぱりねボーヌのワインは売ってますね。うわ、でワインの量がすごいな。ここのレーン全部ホワイトワインで、こっちのレーンがね左側がレッドワインで、こっちがねロゼです。ロゼワインやばくない？量さすがワインの街です。すごいわ量が。でね、安いやつはとことん安いです。はい、だいたい5ユーロから10ユーロの間ですね。一番安いのが 2.8 です。安すぎやろ。まあだいたい白が有名で、まあ、皆さん聞いたことあると思うんですけど、シャルドネとかねいうワインが有名で、ブルゴーニュのシャルドネだと 9.25 ですね。まあ安いと思います。一番高いのは40です。ただブルゴーニュじゃないですね。はい、僕が探してるねワインありました。多分これです。このブルゴーニュシャルドネっていう結構種類あるんですけど、 AOC って書いてあるやつはね確かね特別なね認定されたやつにつくみたいで、これはね 7.95 ユーロです。あと数日しかいないけどもう買います。ちなみに、ブルゴーニュのねシャルドネ小さいやつもあって、小さいやつだと 6.15 です。まあコスパはでかい方がいいんですけど、まあちっちゃいのでもありかな。ここに置いてあるワイン試飲できるみたいです。ちょっと時間ないけどします。 From Bourgogne is Burgundy Côte Chalonnaise. Ok? ちょっと時間ない。 Les vignes entre Givry et Mercurey. In the Vallée des Vaux. OK。あ、めちゃくちゃ飲みやすいです。 Il est certifié sulfite moins. Les vignes sont à côté cru Givry. À côté Givry. Sulfite. Best millésime. 2023年のやつですね。
めちゃくちゃ飲みやすいです。ぶどう感はあんま、渋さはあんまないです。ただ香りは結構強いかな。レッドが 10.10 でホワイトが 8.55 です。まあ正直普通です。はい。でまず卵ですね。意外と安いわ。6個で 2.5 です。トマト 1kg 2です。ズッキーニ 1kg 1.5。人参安くて 1kg 1です。あ、玉ねぎ意外と高い。玉ねぎ 1kg 2.8 です。じゃがいもは相変わらず安くてこんだけ入って1ですね。お店にね牡蠣も売ってました。 1kg ね8ユーロです。ですっごいでかいマスかな、3ユーロです。 Hello. はい。 Ah vous filmez? Yeah. Huh? Yeah. Film. Yeah. Ah, vous vouliez Hein? c'est quelque chose. Oh. Huître. ビーツか。 Vous aimez bien huître? マジ何言ってるか分かんないんだけど。牡蠣。なんだったんや。次肉類ですね。一番安いベーコンが 1.55 ですね。まあカスみたいな量しか入ってないです。ピザが謎に安くて一番安いので 2.8。 嘘です。売り切れてますが 1.25 です。安すぎやろ。ジェノベーゼのピザですね。ハムが一番安くて 1.3 です。はい。水激安です。 1.5 リットルで 0.2 です。うわ、ビールの種類もすごいわ。これ全部ビールです。まあ一番安いの 0.65 とかあります。1ユーロからだいたい3ユーロの間でありますね。みんな大好きコーラはフランスだと 1.25 リットルで 2.25 です。 1.75 リットルだと 2.4 ですね。なんで中途半端なんやろ。フランスね、肉高いですね。このステーキ肉、牛肉が 7.16 です。で豚肉のステーキ肉が 4.4 ですね。鶏肉はやっぱね、胸よりももの方が安くて、胸だと 1kg 入って14ユーロで、ももだと 1kg 入って 5.25 ですね。続いて菓子パンコーナーです。マドレーヌみたいなのが 0.75。 ドーナツ意外と高いわ。 1.5 ですね。はい。でチョコデニッシュが 0.6、 クロワッサン 0.55。 こういう袋で4ユーロぐらいですね。はい。このパックドーナツだと3ユーロします。高っ。はい。フランスといえばフランスパン、安くはない。この大きさで 0.95 です。一番安いやつだと 0.5 ですね。もうスッカスカです。超軽い。このベーコンとチーズのやつ 1.5、スペインよりちょっと高いぐらい。マカロンこれだけで4ユーロします。はい。僕の大好きなパウンドケーキ類見てたんですけど、パウンドケーキ一番安いので2ユーロで、これびっくりしたんですけど、マドレーヌまさかの1ユーロで売ってます。あと最高やん。さすが発祥の国。ヨーロッパね、カップラーメンはどこも高くてだいたい2ユーロからですね。で袋麺だと安くなって 0.9 になります。すげえ、米こんな大きいので売ってるの初めて見た。20キロで 34.9 です。で一番小さいのが寿司米って書いてますね。1キロで 3.5 です。パスティルはどこ？パスティル。はい。バリラの種類すごいあります。パスタは一番安いのがこれかな。1キロ 1.3 です。はい。また緊急で動画回してるんですけど、なんかバスが遅延して40分遅延するってことで結構ゆっくりしてたんですよ、スーパーで。そしたらなんか20分短縮しやがって、はい。ちょっと間に合わないんでヒッチハイクします。はい。ということでヒッチハイク捕まんねえってことで頑張って走っていきます。もう最悪ですわ本当に。遅延してやっぱ遅延しないですってなんなん。はい。ということでなんとか間に合いそうです。よかった。ちなみにこれ逃してたら、野宿確定コースプラスまたバス取り直しっていう最悪のねことになってました。はい。完全に積むとこでした。はい。で栄光の3日間行った感想なんですけど、もう栄光の3日間じゃなくて最悪の数時間でした。毎回そうだけどさ、もう悪いことってなんで連鎖するんですかね。ちょっとオーロラ綺麗なやつ見すぎた可能性はあります。それかこれからめちゃくちゃいいことがあります。でワイン自体も正直ね、ジョージアで飲んだワインの方が美味しかったです。コスパもいいし、値段抜きにしても味おいしい。ジョージアの方が美味しかったです。
僕が飲んだやつは渋さ 100% みたいな、とにかく渋みが強かったです。今まで飲んだ中でね一番渋み強かったんで、渋み大好きな人は多分好きだと思いますね。正直めちゃくちゃ泣いてます。使ってたカードも超メインカードで、普段使いのクレジットカード決済もそれでやってたし、キャッシングもそれでやってたんで、本当にどうしようか途方に暮れてます。再発行さすがにねするか迷ってるんですけど、最大で2週間かかるみたいなんで、マジでどうしようって感じです。いや本当なんでこんなついてないんやろマジで。なんかしました僕ねえ。とりあえず今からねパリにバスで向かいます。はい、トータル50分遅れて来上がりました。マジ走った意味だろ、なめんなよマジで。来たから良かったです。はい、ということでフランスのパリに到着しました。勝手になんですけどヨーロッパの中で一番ねフランスのパリがね一番治安悪いって勝手に思ってます。なんか結構スリ多いって聞くんで本当に注意したいと思います。これ以上すられたらねもうやってらんないです。今からバスに乗って宿まで向かいます。はい、バス停こんな感じですね。はい、で今日取った宿がパリの中で一番安い宿取って、土日だからっていうのはあると思うんですけど、1泊なんと5000円もしました。で評価がね10のうちの 5. 点何ぐらいでした。トコジラミいるんじゃねって勝手に思ってるんですけど、ちょっといたら本当にね萎えます。できないです。ちょっとフラグは立てるのはやめときます。はい、ということでブルゴーニュシャルドネ2023ですね、いただきたいと思います。はい、宿に1000抜きあったんでマジ奇跡。はい、ワイングラスもらったんでわざわざ持ってきました。キンキンに冷やしております。まず香りから、白ワインって香り弱いのが多いんですけど、これすっごい強い。いただきます。うめえ。白ワインなのにちゃんと味が濃くて、やっぱ白だからすっきりしててめちゃくちゃ飲みやすいです。めちゃくちゃうまいんだけど、甘さなんですけどほのかにちょっと甘いぐらい、いいとこ取りって感じです。ドライとスイートのちょうどいい感じのところいます。はい、めちゃくちゃうまいぞ。ちょっと来た人ぜひ買ってみてください。ちなみにドミトリだからこう書いてあるんですけど、気にしないでくださいね。で今日からねパリの市内観光していきたいと思います。あれちょっと聞いてほしいんですけど、ルーブル美術館行きたくてチケットオンラインで買ったんですけど、支払いは完了してんのにチケットが全然オンライン上で反映されなくて、2時間ぐらいね葛藤してまして、めちゃくちゃ時間が押しております。結局チケットオンライン上で反映されてないんで、電話して聞いたらとりあえず来いってことで、美術館今からもう向かっちゃいます。で返金不可なんで、またね買い直しってのもできないんで、ちょっとどうなるか分かんないんですけど、とりあえず今からすぐ美術館向かいます。メトロで向かいたいと思います。チケットなんですけど、パスモみたいなのがね2ユーロかかります。1枚2ユーロです。何はい、片道が 2.5 ユーロで、これはね90分間乗り換えとかできます。でクレジットとキャッシュが使えます。これどこにタッチすんだよ。そこか、ここか。どうやって通んだよ。なんで通れねえんだよ。は？まさか間違えた？はい、あっちのシステムエラーでした。フランス何なんだよマジでよ。システムエラー多すぎだろ。チケットといい。でホームこんな感じです。結構日本に似てるかも。それは嘘かも。見つかった。はい、今ルーブル駅にいるんですけど、すごい駅の等間隔にほらこれとかミロのヴィーナスとか置いてます。偽物ってのは分かるんですけど、おもろいですね。ということでルーブル美術館到着しました。はい、さすがにね聞いたことある人がほとんどだと思うんですけど、世界で一番有名なんじゃないかな。めちゃくちゃでかい美術館です。はい、でモナリザが展示してある美術館です。めっちゃ楽しみ。入れるか分かんないんですけど、はい、今まで見てきた美術館とレベチですね。柱に一人一人一つ一つに多分ね古代の偉人がすごい泣いてる。柱一つ一つに古代の偉人がね彫られてます。
でかつてはここ、要塞として使われてたみたいです。はい。でこれがかの有名なねガラスのピラミッドですね。ちなみにこのピラミッドは、歴史あるね宮殿に合わないっていうことで、建てられた当時はめちゃくちゃ批判が多かったみたいなんですが、今はねルーブル美術館のシンボル的存在になっております。いやめちゃくちゃ広いわ。これ全部美術館ってことでしょ。周りきれんて。はい、ということでクレジットカードの明細見せたら入れました。で人がすごいですわ。やっぱちょっと時間ないんで見たいものから見ていきたいと思います。はい、館内に入れただけでチケットがやっぱいるみたいで、チケットカウンターの人に聞いたらお金は戻ってくるらしいです。で新しくチケットね買いました。下のねこういう作品以外にも上の装飾がやばくて、見どころがありすぎるっていう、もうねどこ見て歩けばいいか分かんないです。はい、こちらルーブルで2番目に大きい絵らしいです。真ん中に写ってるのがねナポレオンで、膝ついてる人はねナポレオンの奥さんらしいです。すごい美術の絵でしか見たことないやつありました。名前忘れたけど、なんかそこら辺にポンってあります。で全然なんかみんなね見てないっていう、やばいマジで美術の教科書で見たやつばっかや。絵画のねレベルが高すぎて全部足止めてしまうぐらいやばいです。はい、また美術の教科書で見たやつありました。これはね民衆を導く自由の女神っていう絵で、結構女性が力強く旗持ってる感じがね伝わってきます。すごい。続いてカナの公園っていう絵です。はい、こちらルーブルで一番大きい絵みたいです。はい、で近く行けば分かるんですが、人がね等身大で描かれてるみたいでめちゃくちゃでかいです。真ん中にいる光ってる人がイエス・キリストですね。130人以上の人が描かれてるみたいです。はい、すげえ髪型やな。はい、もうこの人がごった返してるのがねモナリザです。ついにだわ。はい、あれがかの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチ作のモナリザです。いやーやっぱ雰囲気が全然違います。ちなみにモナリザはね1910年に盗まれて有名になりました。やっぱね警備が厳重です。全然違う他の場所と。で気温とか光とかもね全部調整されて保管されてるみたいです。子供たちは間近で見れるみたいです。なんだこれは。で思ってたより絵はね小さいかも。もっとでかいと思ってました、勝手に。はい、元宮殿なだけあってねもう装飾がいちいち豪華です。マジですごい。エジプトエリアもあります。熱っ。いややっぱかっこいいな古代エジプトは。何これ初めて見た。これかわいいな。結構そして広いエジプトエリア。この壁がすごいめちゃくちゃ綺麗に色残ってる。髪のねドレッドみたいな感じも綺麗に出てます。すごいなマジで。ここにもミイラがありました。このミイラいかつ。やっぱり身長はちっちゃいですね。はい、次にこれがサモトラ家のニケです。めちゃくちゃかっこいいわ。正直ねルーブルで一番見たかったやつこれなんですよね。バチクソかっこいい。はい、で3メートル以上あるみたいです。でニケってねギリシャ語で勝利の女神っていう意味らしいです。いやマジでかっこいいわ。首と手がないのがねまた味が出てるというかそそります。正面から見るとこんな感じですね。いや左右非対称なのがまたいいっすね。いやマジでかっこいいわ。個人的には左から見るより右から見た方がかっこいいですね。はい、ここら辺は彫刻エリアが続いてて、はい、意外と方形です。胸のあたりねとてつもないこだわりを感じます。でこれがミロのヴィーナスですね。ルーブル美術館の三大至宝と呼ばれてるうちの一つです。なんか両腕失ってるのが美らしいです。で360度どこから見てもね美しい黄金比みたいです。はい、で一説によると欠けた腕はねリンゴを持ってたんじゃないかって言われてるみたいです。聞きたくなかった。で意外とあれですね判決です。これは世界の大発見ですね。意外と判決でした。はい、入るとこんな感じで真ん中にエントランスみたいなのがあって、あっち側とこっち側に分かれてて見れるものがね違います。でこのオーディオガイドもねつけることもできて、オーディオガイドにある方がモナリザが見れる方になります。ここえぐいですわ。めちゃくちゃ開放的。すごいな。てかマジで広い。
はい、次にここがナポレオン3世のお部屋です。いやー、こういうとこに生まれたかったわ。はい、ここ多分食事会場です。やばすぎ。めちゃくちゃ探し回ってようやく見つけました。ハンムラビ法典っていうやつです。有名なね一節に目には目を歯には歯をっていう一節が、聞いたことあると思うんですけど、はい、その石です。高さねなんと2メートルもあって282条に及ぶね法律がくさび型文字で書いてます。よく見るとちゃんと彫られてます。結構有名なはずなのにね、観光客は全然いないですね。やっぱねみんな方形。はい、衝撃の事実なんですけど、こっから入ってきてあっちとこっちとあとねこっち入り口が3つあります。でモナリザとか有名な作品が見れるのはあっちです。だから入って右かなに行けば、有名な作品が見れます。今ねルーブル美術館行ってきたんですけど、広すぎ。丸1日ね観光しても多分足りないです。マジで広い。ノートルダム寺院にやってきました。はい、この寺院ね1回ほぼ全焼しかけて今でもね修復されてます。フランスの教会は今まで来たヨーロッパと違ってレベチですね。左のね門のところ1人だけ首が取れて顔をね自分の手で持っている銅像があるんですけど、これちょっと調べて貼ります。なんでこうなってるのか。ちなみにね入場料は無料です。素晴らしい。いや門がすごいですわ。もうで左が天国で右が地獄を表してます。はい、中こんな感じでステンドグラスがすごいですわ。作りはやっぱり他の教会と似てます。ただねステンドグラスの使い方がめっちゃすごい。はい、ここのステンドガラスやばいです。めちゃくちゃでかいしめちゃくちゃ綺麗。ここすごすぎるわ。ステンドグラスの反射が絵に投影されてめっちゃすごい。なんかすごい。多分光の角度によって絵が変わるんでしょうね。すげえおもろ。ちょうど一番左の人が今一番光が当たって目を押さえてます。で上の方はやっぱまだ修復作業してます。今ノートルダム寺院見てきたんですけど、あれ無料で入れるのはねすごいです。はい、めっちゃ綺麗でした。いやセーヌ川なんですけどめっちゃ綺麗です。お兄さんが食べてたねフランスパン、フランスといったらフランスパンだと思うんですけど、水と小麦粉とイーストと塩以外のものを使ったらフランスパンと呼ばないらしいです。で結構規格が厳しくて重さが 250g 前後で長さがね約55から65センチじゃないとフランスパンとは呼ばないらしいです。誇りを持ってるみたいですね。でねフランスは結構こういうテラス席とかカフェが多くてですね、フランスの人たちはねコーヒー1杯で2時間ぐらいいるらしいです。日本だとねなんか申し訳なくて結構頼んじゃうみたいなのあると思うんですけど、フランスの人たちは全く気にしないそうです。もうちょっとさ街がさもうディズニーすぎる。結構逆光なんですけど、はいでエッフェル塔も見えてますわ。ちょっとはい今フランスの市内歩いてたんですけど野宿は OK みたいです。はい、続いてこちらがコンコルド広場になります。エジプトのルクソールで見たオベリスクの片方がここに置いてあります。いや懐かしい。でルクソールよりこっちの方がなんか綺麗な感じがします。で広場は結構大きくて、実はこの広場ですね血の広場と呼ばれていてですね、18世紀にギロチン台が置かれて2500人以上がね処刑された歴史を持っております。えぐいです。やっぱり広場に噴水と柱置きがちですねヨーロッパは。でこのオベリスクの台座にですね字が書いてあるんですが、このオベリスクのねでっかい石をどうやって運んだかとかどうやって建てたのかっていうことが書いてあるみたいです。側面すごい分かりやすい図がありました。こういう感じで建てたみたいですね。でルクソールで見たオベリスクよりなんか彫りが深い気がします。よく見るとちゃんと花崗岩でできてるんでちゃんと本物です多分。いや絵になるなここ。えぐで噴水も金とかが使われて結構装飾が豪華です。で真ん中の人ね上裸でめちゃくちゃ寒そうです。はいここがシャンゼリゼ通りです。でパリ市内は
景観をね損ねないために建物のね高さをね制限してたみたいです。はい、なのでねもう全部の建物美しいんですけど、ほとんどね高さが均一になってます。いや建物がいちいちすげえわ。ここねルイ・ヴィトンだけのお店です。これちょっとやばくないですか。木ちょっと邪魔なんですけど、ルイス・ヴィトンの箱みたいな建物です。めちゃくちゃでかい。はい、フランスのパリといえばの凱旋門です。で一応上にね登ることができて、登ってる人何人かいますね。料金はこんな感じです。ナポレオンがナポレオンの軍をここの門をね通ってる姿を見たいっていうためだけに作られたもんです。ちなみにその肝心なナポレオンはね、完成前に死ぬっていうおもろすぎる。今は、第一次世界大戦で亡くなってしまった方のお墓になってるみたいです。はい、近くで見ると迫力すごいわ。天使みたいな人はね戦闘の女神みたいな象徴らしいです。でこちらが戦死者の方のお墓ですね。この日は毎日燃え続けてるそうです。で名前も彫ってありますね。すごいな。はい、インド門とは違いね中をくぐることができます。はい、今凱旋門行ってきたんですが、正直ねしょぼいだろうとか思ってたんですけど、実際ね近くで見ると重厚感があってね結構でかくてすごかったです。それ以上の感想はないんですけど、続いてパリのシンボルにもなってるねエッフェル塔にやってきました。作られた当時ねめちゃくちゃ批判されてたみたいで、鉄の化け物って言われてました。で20年後に撤去される予定だったんですけど、塔がね電波通信に利用できることが分かって、残ったみたいです。で一応上にね登ることもできて、料金はこんな感じです。はい、でね全部鉄でできてて、なんとね夏と冬で高さが変わります。夏になると鉄が膨張して18センチ高くなるみたいです。で逆に冬だと寒くて縮むみたいです。おもろすぎるやろ。で塗装なんですけど、塗装作業はねスプレーは禁止で、250人の作業員が手作業でハケで塗るみたいです。で形がね東京タワーみたいなんですけど、エッフェル塔が真似したとも言われてますね。どっちかわかんないです。でああいう感じで曲線になってると思うんですけど、これはちゃんと意味があって、デザインというよりはね風の力をね逃すための数学的計算の結果この形になったみたいです。で東京タワーより低いです。はい、今ライトアップされたんですけど、一応ねシャンパンフラッシュっていうのがあって、日が落ちてから毎時ね5分間シャンパンフラッシュっていうのが起きるらしくて、6時から6時5分の間、7時から7時5分の間まで5分間ね、キラキラ光るらしいです。で1時までねやるらしいです。ちょっとねめちゃくちゃ寒いんだよな。どうしようかな。正直どっちでもいいんですよね。はい、これがシャンパンフラッシュってやつですね。はいって感じです。綺麗は綺麗です。いやー悔しいけどどこ切り取っても綺麗なんよな。なんでなんやろ。街も綺麗だし悔しいです。はい、ということでエッフェル塔行ってきたんですけど、感想としては寒いです。以上です。はい、フランス編いかがだったでしょうか。はい、最初また大事なカードがなくなって最悪でした。はい、でパリに関してはやっぱりね悔しいんですけど、やっぱ綺麗でした。治安に関しては危ないなっていう感覚はなかったです。意識はすごいしてたんですけど、そんな身の危険を感じるものはねなかったです。スリはねあんまり見なかったです。パリはね綺麗な場所が、行きたい場所がね多すぎて、今回のね旅では回りきれませんでした。来る人はね時間に余裕を持って来てください。はい、ということでこの動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。